今日はクッキングノートの134ページ、ポークムニエルを作っていきたいと思います。豚肉を切っていきます。はい、6枚ですね。塩コショウします。塩、コショウ、小麦粉にまぶします。卵を2個使います。あ、2つ入ってました。黄身が大きかったので。牛乳加えます。粉チーズも加えます。ケソラザード、ラギャード。はい、それでは焼いていきます。火をつけて油を敷いてバターも入れます。小麦粉にまぶした豚肉を卵と牛乳と粉チーズ混ぜたのに入れて焼いていきます。お肉はこれ 70g ってレシピには書いてますけど、全然大きさ違います。現代風に量を合わせてます。ポークムニエルとレシピにありますけども、今ではこれピカタって呼んでますよね。もうすでに私が子供の頃これ作ってもらってる時にもピカタって呼ばれてましたね。チーズのいい匂いがしてきましたね。繰り返します。真ん中のがちょっと焼きやすいのでこっちも。ちょっと卵大きかったので余ってます。ちょっと下に潜り込ませましょう。手前の方がちょっと火が弱そうですね。こう回しましょう。はい、いい具合に色ついてきました。裏もただ火の通り具合が違うのでちょっとずらします。外側があんまり焼けないですね。
これでもう少し焼きます。真ん中はよく焼けてるはず。焼けてないのと変えようか。チキンのマレンゴ風の時もこれやったような覚えがありますけど、一応変えます。大きいパエリア用鍋なので。はい、色はいいんですけどまだ豚に火が通ってないですね。これをもう一回裏返します。まだ卵が残ってますので、卵を入れながらもう一回繰り返します。はい、大体いいですね。火を止めます。じゃあこれは余熱で冷めないようにこのままにしておきます。その間に野菜の方を作っていきます。付け合わせの方を作っていきます。キャベツは3枚。人参は3センチに切りましょう。これをバターで炒めていきます。火をつけて、はい、野菜を入れます。塩コショウします。私のチャンネルについてちょっと説明しとかなきゃいけないんですけども、もともとこれは私の父の昭和に書いた本を再現しようとして始めた私の個人的なチャンネルだったんですけども、基本的には昭和のレシピのクッキングノートという父の本に書かれているものについてはレシピを紹介していますけども、番外編として私の得意料理を紹介しているのはレシピがありません。というのは私は基本的にレシピ通りに作らないでいつも自分で勝手に作ってましたので、レシピが自分でも分かんないんです。ですから申し訳ないですけども、番外編にカテゴリーが入っているレシピはカレーとかポテトサラダなんかはレシピがないのでお許しください。その時によって作ってます。というのは私が教わったのはおじで、父よりもどっちかっていうとおじから教わったんですけど、コックでレシピなんか持ってないんですよね。全部自分の手の感覚でやってて、そんなの測っていちいちやったらいけないんだって私の父に期待するような考えを持ってました。というのは 2,3 人前作る時に例えば塩の量が 3g 必要だっていうことで、じゃあそれの100倍の人数の2,300人作るのに、じゃあそれを 2,300g も塩入れたら大変なことになるだろうっていうことなんですね。比率だけで考えちゃいけないっていうことです、料理は。その時の具材とかいろいろ状況によって変わってくるので、それに合わせて料理人は料理ができないといけないということで、細かいレシピは私の得意料理に関してはできないんですね。昭和のレシピ、クッキングノートに関してだけレシピをご紹介していきたいと思います。できるだけ分かるものはご紹介したいと思います。ということでお許しください。で、ここにスープストックを1カップ入れていきます。味見をして塩気が足りなかったらここで塩を足します。
これもレシピには、父のレシピでもこれは書いてないことですね。調味してとしか書いてません。ですからそれぞれ料理人が量を自分で決めて入れるっていう感じです。慣れですね、これはもう舌って感覚で。はい、そろそろグリーンピースを入れます。実はこれ前に1回作ってるんですね。でもその時私これはスープと勘違いしてて、なんでこんな量がスープ一つ足んないんだろうと思って失敗しちゃったんですね。はい、火を止めます。盛り付けしていきます。付け合わせをのせて、豚をのせて、ポークムニエルの完成です。